次のコメントです。もうできるんじゃないかと思います。私も自分の漫画が海外で見られるように願っています。先生がアップしてくださった今回の映像の内容はもう不可能な話ではないようです。ありがとうございます。不可能な話ではありません。他の業界ですでに実現していたり常識に属する話ばかりしています。私は基本的に頭が良くないです。革新的なアイデアなんて私の頭の中から絶対に出てきません。実は皆さん、私は自分が漫画の未来、コミックスの未来、トゥーンの未来のために構想したり見て経験したこと、思ったことの 90% はこの YouTube で話していません。最善を尽くして皆さんに伝えようと努力すると思いますが、そしてものすごくたくさんの話をこれからしますが、このしない話の半分は公開的にお話しするにはとても敏感な話が多いです。そして残りの半分はビジネスアイテムです。私はビジネスはしないけどビジネスをしたい方に教えるアイテムです。それだけでなくまだ時期ではないという考えもあります。常識にあたりあまりにも当たり前の話なのがほとんどです。その常識が私たちの世界でも十分に起こります。すべての国が漫画産業を支援すべきだ。あまりにも当たり前の話ですよね。映画産業がよく発達した全世界のすべての国が自国の映画産業を支援しています。韓国はして他の国はしないか？違います。世界で一番熱心に自国の映画産業をうまく支援する国が皆さんアメリカです。違うと思ったら皆さんこう思ってみてください。アメリカ政府が支援しないのにトップガンのような映画が作られることが可能でしょうか？そうですよね。しかしそれはほんの一部です。アメリカ政府が映画産業と文化産業をためにするとてつもないことは他の国が真似することはできません。現在アメリカが使う方法はアメリカだけ可能です。それで他国の文化産業の発展で政府支援についてお話しするときはアメリカはこんなことをしているのにこうしませんかというお話はできません。アメリカだけが可能だからです。トップガンは少し似たような感じで可能かもしれません。空軍がいる国なら支援することもできるけど問題は空母だから。戦闘機を飛ばしてくれることを見せてくれて無敵の戦闘機パイロットに見えるか、そういう問題がありますよね。結論はアメリカでも漫画事業が起きなければなりません。起きるはずです。それでは次のコメントを読んでみます。悲しいことに私たちマレーシアにもたくさんの漫画運動があったが日本漫画の人気によって自国の漫画が差別されました。スティーブと私が追加で詳しく教えてほしいと質問をしました。詳しく教えてくださいました。1970年代のギラギラマガジンの発表を皮切りにマレーシアで最初に成功的な漫画運動ができてこの雑誌から多くの作家が輩出されました。しかし2000年以降景気低迷で漫画産業が崩壊し多くの出版社が廃業しました。現在マレーシアの人々は日本の漫画、香港の漫画のような外国の漫画を読むのが好きです。悲しいけどうちの自国の漫画家が彼らと競争することは考えることさえ大変なことです。とても良い情報をありがとうございます。ブラジルの漫画メディアに関する話も知っていてとても感謝しています。こんなにいろいろな話を私に知らせてくださるので私が大きな勉強になって漫画の未来を構成するのに言葉では言い表せないほどたくさんの助けになっています。マレーシアの漫画産業の歴史についての話、言葉では言い表せない参考になりますね。本当にありがとうございます。
他の方々もたくさん話を聞かせてください。私がマレーシアの漫画界の事情をこの分だけ見て分かったとは言えません。私の感じでは日本の漫画界のせいでマレーシアの漫画の未来が挫折したわけではないと思います。私がマレーシアの事情を知らないとずっと申し上げました。日本の漫画によって挫折する漫画とかは存在しません。他のどの国のせいで挫折するコミックス産業は存在しません。何より今は出版漫画の時代ではありません。これからはデジタルプラットフォーム、グローバルプラットフォームの時代です。そして IP と投資国家の支援がなければなりません。漫画産業は文化の石油であり、半導体であり、米です。そのため国の支援を受ける資格があります。こういうのが始まる時代です。日本の漫画は皆さんの国の漫画界と漫画界志望生を苦しめる何かではありません。一度も大変な思いをさせたことがありません。日本の漫画界の一員として私ははっきりと言えます。日本の漫画は霊感を与えて漫画家志望生を育て読者を育ちます。皆さんが自国の漫画産業の夢を見たら日本の漫画を読んだからである可能性が高いです。私はそう思います。他のものもありえますか？だから日本の漫画は役に立つのです。マレーシアの成功的な漫画産業が経済低迷で崩壊したということですが、その他にも他の理由があるかもしれません。しかしまた始めることができます。マレーシアももちろん全ての国がこれから始まるんです。日本の漫画と競争するのは大変だとおっしゃいましたが、違います。絶対そうではありません。なぜか前の動画で AI についてお話しました。人は人が作ったものが好きなんです。ここには変装があります。人が作る漫画の中でも自分の国の漫画家が作ったものが一番好きです。それがまだ与えられていないだけです。経験していないだけです。皆さんの愛する彼女または彼氏が作ってくれた料理を一番おいしいと思うようになっています。しかし皆さんの多くはまだ経験していません。それがどれだけ美味しくて感動的で胸が熱くなって美味しいのかまだ経験していない。まだそうしてくれる彼氏、彼女がいなかったのです。悲しい。私が共感する話をしてあげる漫画が一番好きになっています。漫画というのはそういうものです。漫画というものがとても魅力的なのはグローバル大ヒット作品は当然魅力的ですが、私が共感できる話、その話をしてくれることができるのが漫画のものすごい魅力です。とてつもない長所と漫画の本領であり、漫画産業の中核です。この作品に出てくるお父さんは私のお父さんみたいな人だね。この漫画に出てくる主人公は私みたいな人なんだね。この漫画に出てくる彼女は私はまだ彼女がいないね。畜生。それでも漫画を見ながら夢でも見てみよう。こういうのです。これが漫画のすごい魅力ですよね。日本のどんな偉大な漫画が作った漫画よりマレーシア人の漫画家がマレーシアのための漫画をマレーシアの読者はより高く評価するでしょう。それはこの世界で一番偉大な料理人も私の彼氏彼女の生半可な料理に勝てないのが当然のことと同じです。3年ぶりに私が家に帰って私のお母さんが作ってくれるご飯を食べているんですけど、それより美味しい料理が作れるシェフが存在することができません。それが文化です。心配しないでください。これからが始まりです。そして漫画産業の未来を夢見る人々、漫画産業、コミックス産業を巨大に築きたいという方は AI か何か考えずにこの漫画の本質、文化の本質、人間の本質、彼氏と彼女、そして母さんが3年ぶりに会って作ってくれる料理、友達とサッカーを3時間して帰ってきて食べるインスタントラーメン、これの意味を考えてみてください。それをお持ちください。なので
全世界の漫画家志望生たちは宝物ということです。さあ、次の話を読んでみます。私の夢は漫画家になることです。まだ幼くて絵が下手でまだ習うことも多いですが、勉強するための資源や資源が不足しています。私はフィリピンに住んでいますが、ここは漫画産業のようなものはありません。ここで関連職を見つけるのは難しいことです。毎日先生の名作学習書を参考にしながら絵を描いています。話す時間と場所にこだわらず、私がやりたいことをしながら学んで楽しむことができるからです。漫画の本質をこの方がご存知じゃないですか。フィリピンは漫画を発展させるのに十分な土壌があります。漫画だけですか？フィリピンの文化が世界を一度は席巻するでしょう。フィリピンに住んでて現在の多くの産業がなく、関連する仕事を見つけるのが難しい。この方が苦労される理由は、私たちが仕事をまともにできなかったからです。早くフィリピンの漫画産業を読むべきだったのに、本当に申し訳なく思います。あなたが苦労する理由は私たちが悪かったからです。私たちが怠けているからです。頑張って早くフィリピンの漫画産業を成し遂げたいです。ジョリビは今何をしていますか？ジョリビーは文化事業をしないんですか？文化産業をしようと思ったら漫画事業からしてください。おすすめします。ここに立派な漫画家志望生が1人いるじゃないですか。ジョリビーでやってみるのはどうですか？フィリピンに漫画産業を作る前にジョリビが世界でものすごく成長していますが、なぜ漫画を宣伝用に使わないのですか？ここにフィリピンの漫画家志望生がいるじゃないですか。ジョリービー広報用の漫画を作るのはどうですか？漫画は使い道が無尽蔵です。壁にジョリビーの漫画を描いてみてください。ジョリービーの広報パンフレットを漫画にしてみてください。サイトに広報漫画を掲載してみてください。そして放送紙にもジョリビーに関する漫画を入れることもできるでしょう。フィリピンの漫画産業の可能性は無限で、漫画の使い道も無尽蔵で、ジョリビーが漫画産業と文化事業を始めても良いと思います。次のコメントを読んでみます。現実はほとんどの国家と社会は日本ほど芸術表現の自由を芸術としては許しません。言いたいことがとても多いですが、私がこれだけ話します。その国の文化産業が強大になるためには、表現の自由があればとてもいいのが合ってます。表現の自由があるなら、超強力ブースターを8つつけて飛ぶロケットと同じだけど、この表現の自由というブースターがなくても上がれます。皆さんが私について知らないと思いますが、私はこの表現の自由のために私の人生が本当に大変になるところだった人です。表現の自由を誰よりもたくさん考えたし、勉強もたくさんしたし、討論、セミナー、作文など本当にたくさんのことをしました。とても大切に思うけど、だから必ず表現の自由があってこそ漫画産業が成長すると主張したいですが、でも実際に表現の自由が思ったよりなくても漫画産業が成長します。あればブースターを8段ロケットのように急激に成長する。しかしなくても成長する。次のコメントです。アフリカ大陸から漫画家を輩出したらどうでしょうか。皆さん、私が今やってる私の大名称がモロッコプロジェクトであることを皆さんご存知ですよね。世界の漫画産業を作り、トゥーンビジネスを作る。この計画をモロッコプロジェクトと呼びます。だからアフリカで漫画家を輩出することはとても望むことです。私よりこれを望む人は多分いないと思います。アフリカの外でも私が一番望んでいることでしょう。彼らにどんな驚くべき話が出るのか、絵とストーリーテリングはどうなのか気になりますね。本当に興味深いことがたくさん出てくると思います。アフリカにもたくさんの漫画家が出て、新しい歴史を作りたいと思います。文化と歴史、感動的な話、フ
多様性。アフリカが一番たくさんあります。なぜでしょうか？人口も多いし、文化もすごく多様だし、歴史もダイナミックで、人たちがとても立派で、数多い理由があるが、最も長い人類の歴史を持っています。アフリカはそういうところです。アフリカ漫画産業の未来を考えると胸が張り裂けそうです。カレンダーと鉛筆さえあれば漫画家になれますが、漫画産業が展開されなければなりません。アフリカでやらないといけません。次のコメントも読んでみます。アメリカのコミックス業界はこのようなことが起こらないことを願うでしょう。グローバル漫画ビジネスを破壊し、北米の巨大な漫画産業が誕生する。これについての話です。彼らの消費者がスーパーヒーローコミックスの代わりに日本の漫画を読むことが決して好きではないからです。集英社の漫画プラスが海外の漫画家志望者たちにクリエイターコーナーへ海外の新人養成を手伝っているようです。この漫画プラスについての話は私がジャンププラス編集部にも話をしています。スーパーヒーローコミックスの代わりに日本の漫画を読むのは好きではない。皆さんがスーパーヒーローコミックスを描いている人なら、あるいは出版社の人なら、私はスーパーヒーローコミックスを見ないで日本の漫画を読もう、好きになることは当然ないですよね。当然嫌いです。ある人が私にこんなことを言いました。私はボイチのコミックスの代わりにあの人のコミックスを読むつもりだ。私がああすごく嬉しいです、楽しいですということになりますか？その日はご飯が喉を通らないんです。ところで重要な事実をお知らせします。誰もスーパーヒーローコミックスの代わりに日本の漫画を読みません。アメリカで日本の漫画を読んだ読者たちはただ日本の漫画を読むようになった読者たちです。私を含む日本の漫画家たちが、私たちが努力して作り出した読者たちです。どこかで奪ったことがありません。私たちの読者たちです。私たちが誕生させた私たちの読者たちです。私たちは誰のものも奪っていません。幼い頃スーパーヒーローコミックスを見ていて、今は日本の漫画を読んでいる読者は多分存在すると思います。全体の読者にとって一部でしょうが、存在はすることはあるでしょう。スーパーヒーローコミックスを読まなくなったのはただ別の理由で読まなくなったのです。日本の漫画があって読まなくなったわけではありません。ただ読まなくなったんです。両方とも面白かったらどんな読者も片方を選ばないでしょう。皆さんはコミックスが買える1枚の投票権があるわけではないですよね。コミックスを買える権利は皆さんの財布にあるお金の分だけあるでしょう。どっちも面白いならどっちも見るんです。読者は奪っていくのではありません。それではアメリカのコミックス作家たちが仕事をうまくできなかったのか、私はそう思いません。間違ったことは何でしょうか？私の考えではビジネスを間違ったことがとても多いです。映画会社に所属するのが正しい選択だったのでしょうか？1950年代、規制に同意したことが正しい選択だったのでしょうか？クリエイターとしての権利は認められましたか？作家が描きたいものを描けるように支援はうまくいったか？この全てが人権の問題でもあるし、芸術の問題でもありますが、ビジネスの問題でもあるのです。こういうところでミスをするので、読者は自然に去っていったと思います。1940年代以降、アメリカンコミックスの市場が縮小し続けているのは事実だと思います。日本の漫画のせいではありません。絶対に違います。逆に漫画からインスピレーションを得て描かなければなりませんでした。漫画がうまくいくといいな、こうやって話さないじゃないですか。コミックス世界のみんながうまくいくといいな。誰もが一つの家族として認められるべきだ。みんなが一緒に成長しなければならない。お互いに習わないといけないとお話しています。私はアメリカンコミックスの未来をものすごく期待しています。マレーシアの漫画の未来も期待しているし、フィリピンの漫画の未来も期待しているし、
アフリカをすごく楽しみにしていて、北米のアメリカンコミックスへの発展も大いに期待しています。立派なアメリカンコミックスの作家たちへ、創作者の権利、創作者の表現の自由、自分の個性を思う存分表現できること、そして作品に対する著作権を完全に所有できること、そして丸ごとどこかの映画会社に肩入れしないこと、そして表現の自由を抑圧しようとする試みに対抗して戦わなければなりません。これが提供されたらどうかな。立派なプラットフォームで良い待遇をしてくれるならどうだろうか。そして著作権は当然作家のものだとしたら、アメリカンコミックスをやっているこの偉大な作家たちがどんな仕事をやり遂げるのか、想像しただけでもドキドキします。漫画ビジネス、コミックスビジネス、トゥーンビジネス、こんなビジネスが起こるのを望まないかもしれませんが、アメリカンコミックスの作家は切に願っているのではないでしょうか。それで話したいです。一緒にしましょう。一緒にできる土壌ができたらと思います。私たちはみんな家族です。一緒に成長して読者たちは全てを一緒に享受するのです。全部楽しめるような未来が来ることを願います。皆さん、それでは次の時間もコメントを読みます。次の映像で会いましょう。ありがとうございます。